はいどうも皆さんこんにちは。サーリーの河野玄斗です。今回はですね、2023年共通テスト数学 1A を完全解説していきます。以前の動画でね、無事13分台で満点を取ることができたんですけど、僕がね、その時にどういう風に問題に向き合って回答を出していったか、その思考プロセスを丸裸にしていこうと思います。共通テストが終わって今二次試験にね向けて対策されている受験生の方はもちろん、数学 1A を履修し終わっている高校1年生高校2年生の方にとっても今後のね勉強の指針になると思いますので、ぜひ最後まで見てほしいなと思います。各問題の解き方を解説するだけじゃなくて、じゃあ今後ね共通テストで点数を取るためにどういう風に勉強していけばいいのかっていうところも合わせてしっかりと解説していきます。それでは早速第1問からやっていきましょう。まず1問目から。これはね、サクッと解いてほしいですね。実数 x についての不等式。これの会話と、絶対値なんとかが2以下っていう風に与えられているわけだから、このなんとか x プラス6っていうのがマイナス2から2の範囲にあればいいよねっていうことがすぐにわかるので、両辺ね、マイナス6引いてあげれば、マイナス8からマイナス4と。これはサクサクっと解いてください。で、よって、このよってっていうのが地味に大事なんだけど、共通テストでね、よってってきたら、これを使って次の問題に行ってくださいねっていう話だよね。で、よって実数 ABCD がこれを満たしているとき、1-ルート3負であることに注意すると、A-B、C-D の取り得る値の範囲はと。これね、A-B、C-D の範囲を考えたいわけなんだけど、ここに A-B、C-D があるよね。で、このね、与えられている不等式を見てあげると、ね、よってなわけだから前のやつ使ってください。この1-ルート3倍の A-B、C-D、これを X っていう風に置いてあげれば、X プラス6の絶対値が2以下っていう風になりますよね。よって、この X の部分がマイナス8以上、マイナス4以下っていうことがわかるわけですよ。よろしいですかね。じゃあ、この A-B、C-D の範囲を求めたいわけだから、この1-ルート3でこの両辺割ってあげればいいわけね。で、その時に、これ、1-ルート3は負であるってことに注意しなきゃいけないよと。これね、別に、これが与えられてなかったとしても注意しなきゃいけません。何かしらでね、不等式において何かしらで割るとき、その割るものっていうのが正なのか負なのかっていうことを注意しなきゃいけませんよね。だって不等号の向きが変わる可能性があるから。今回は負なので、不等号の向きが変わりますよと。だからこのちっちゃい方が、このマイナス4を1-ルート3で割った場合。で、こっちが1-ルート3でマイナス8を割った場合と。ね、不等号の向きが入れ替わるんですよ。っていうことに注意して計算してもらえれば、2プラス2ルート3から4プラス4ルート3ということがわかるわけですと。これね、こういうふうにあることに注意するとか書いてあるけど、なくてもちゃんと注意してあげてくださいね。で、キーとクが44なので、次は何も考えず、キーク44ねと埋めてあげてね。で、そうすると、さらに、これが成り立つならば、A-D、C-B は何とかであると。この2つが与えられているときに、この3つ目の式の値を求めてください。で、これヒントが与えられてるんですよね。等式 ①、②、③の左辺を展開して比較することによりと、もうこういう風に解いてくださいって与えられてるんだから、ね、愚直に同じようにやってあげましょう。これ計算ね、展開してあげると、AC-AD-BC 足す BD と。同じようにサクサクっとね、展開してあげると、何がわかるか。この ① と ② を使って ③ を作ってあげたいんだよね。で、この式をね、比べて、どうすればいいかなって見てあげると、引いてあげれば、ね、①-② を計算すれば ③ ができることがわかると。このマイナス AD、-BC が共通しているので、引くことによって丸々消えて、AC-AB、BD-CD がここに出てきますと。よって、4たす4ルート3からマイナス3たすルート3を引いてあげることによって、答え7たす3ルート3というふうに求めることができるわけです。こんな感じで、サクッとね、ちゃんと誘導に乗っていく。二次試験においても重要な能力ですよね。括弧1番で何かを求めよう。で、括弧2番で別のものを求めるときに、なんで括弧1番っていうのが存在したんだろうっていうことを考えて、それをうまくね、誘導に乗っけていくと。この発想っていうのがすごく大事で、ただ共通テストにおいては、もう明らかね、よってとか、これを使ってみたいな、
どういうふうにね、これを使っていけばいいのかっていうところを与えられたりするので、ちゃんと、二次試験で培ったね、誘導に乗る能力っていうものをそのまま使ってあげれば、共通テストにおいてはね、そんなに難しいことはないんじゃないかなと思います。この括弧1番に関してはサクッと解いてあげてください。では続いて、2番目ですね。これは後半がやや難しいですね。括弧1番、点 O を中心とし、半径が5である円 O があると。この円周上に2点 AB を AB イコール6となるように取ってくださいと。こんな感じで円があって、この円の円周上に AB6 を取ってあげてくださいと。で、また円 O の円周上に2点 AB とは異なる点 C を取ると。こんな感じで点 C を取ってあげてください。で、この時、括弧1番、サイン ACB は、サイン ACB を求めていく。これはもう見るからにね、正弦定理ですよね。一応ね、半径が5である円 O みたいな感じで、外接円が与えられている場合、外接円が与えられている場合、この半径をどういうふうに、処理していくのか、どういうふうに別のね、条件に落とし込んでいくのかっていうことを考えるときに、必ず正弦定理っていうのを連想しなきゃいけないんですね。正弦定理っていうものは、その外接円の直径っていうものが、サイン ACB 分の AB。今回の問題で言うと、サイン ACB 分の AB6 っていうのが円の直径10っていう式を立てられるわけじゃないですか。でこんな感じで、円の半径っていうのが、外接円の半径っていうのが与えられたら、必ず正弦定理っていうのは連想できるようにしておいてください。あるいは直角三角形の場合はね、円の半径っていうのは、斜辺の、中点のところに外接円の中心っていうのが来てくれるっていうのを使うわけなんですけど、基本的に外接円の半径ってきたらこれを思い浮かべる。よってサイン ACB は5分の3。丸0ですね。っていうことが分かって、また点 C を各 ACB が鈍角となるように取るとき、コサインの値はって言ったら、サインが分かってればコサインすぐ分かりますよね。サイン2乗足すコサイン2乗イコール1っていうのを使ってあげると、コサイン2乗、ACB っていうのが25分の16っていうことが分かるんですけど、ね。じゃあコサイン ACB は5分の4じゃないですね。プラスマイナス5分の4、どっちもあり得ると。で、今回、点 C を各 ACB が鈍角になるように取る。だから下に取ったのね。ここに C を取ってあげたときはって言ったら、コサインの値は負になるので、マイナス5分の4なんだってことがすぐわかるはずですと。よろしいですかね。マイナス5分の4だから丸なんだね。逆にプラス5分の4の場合っていうのは、この上側にね、取ってあげた場合ですよね。じゃあ続いて、点 C を三角形 ABC の面積が最大となるように取ってくださいと。C がいろいろこう動いていくわけなんだけど、この三角形 ACB の面積が最大になる点 C ってどこですかっていうことを考えていきましょうと。で、ここで、こういう問題、おそらく二次対策でね、1回は経験したことあるんじゃないかなとは思うんですけど、この問題見てあげるとね、AB の長さ6ですよね。AB の長さ6。要は底辺の長さが決まってるわけですよ。ということは、これね、三角形 ACB の底辺が分かってるんだったら、高さが一番ね、高くなるときに面積が最大になりますよね。だからこの高さの部分がどういうときに一番高くなるのかっていうことを考えてあげればいいと。ね。これ考え方いろいろあるんですけど、AB っていうものから、例えばね、高さが分かんないけど、じゃあ5ぐらいの点ってここにあるわけじゃないですか。高さ、これが全部ね、5の高さの点の集合ですよ。これが5の高さの集合みたいな感じ。わかりますかね。AB っていうのがあって、じゃあ高さが5の点の集合っていうのはここだな。高さが6の点の集合ってここだな。みたいな感じで、ちょっとずつ、こういうふうに平行な直線を引いていってあげることによって、ね。じゃあどこまでの高さだったらいいのかってことを考えたら、ここですよね。この円と接する場所と。接する点において、AB と平行な点で、接する直線で接する点において、高さが最大になるんだと。この高さが最大になるんだっていうことがわかるわけです。よろしいですかね。なので、それを踏まえてあげると、AB がこういうふうにあって、
じゃあ C がどこに来ればいいのかなって言ったら、ここですよね。この点が平行なところの一番高いところが C と。三角形 ACB ですよと。じゃあその時、ね、点 C から直線 AB に垂直な直線を引き、直線 AB との交点を D とする。C から、AB にこういうふうに垂線を引いて、この交点を D としますよと。この時、タンジェント OAD は何とかである。ね、円の中心 O っていうふうに考えた時に、このタンジェント OAD が何かっていうことを考えるんだけど、まず前提としてね、この直線 CD って円の中心 O 明らか通りますよね。で絶対通る。なぜかというと、ここ垂直に線引いてるわけですよ。当然ここも垂直なんだけど、これ接線だから当然真ん中通るよね。一番高いところ CA と CB、対称だから CA イコール CB だろうなみたいな感じで考えてあげて、二等辺三角形の場所なので、当然垂線を下ろしたら点 O を通るよねみたいな考え方でもいいし、垂線下ろしたら、ここも垂線、接線なんだから接線からの垂線っていうのは円の中心通るよねっていう考え方でも大丈夫です。とにかく中心を通るっていうところが大事で、これが分かればタンジェント OAD も楽勝ですね。円の半径が5。円の半径が5で、AB の長さが6なわけだから、AD っていうのはちょうど真ん中だから、3、3に分けることができて、じゃあここにね、3対4対5の直角三角形を見つけることができるので、タンジェント OAD はって言ったら3分の4ですよね。っていうことが分かるし、3分の4ってことは丸4。また三角形 ABC の面積はって言ったら、底辺が6、高さが9。だから 6×9÷2 で27というふうに求めることができるわけです。よろしいですかね。こんな感じで、底辺が一定なんだから高さが一番高くなるように考えたいと。だから高さが同じとなる線をこうビッビッビッって引いてきたときに、どこまでだったらいけるのかなって考えたら接するときだよね。結果的に C から垂線を下ろしたら中心を通る場所に来ればいいんだっていうことがわかるわけです。では続いて括弧2番。半径が5である QS があると。立体かって思ってもね、心折れちゃダメですよ。この次にの前まではただの平面図形の非常に基本的な問題ですね。問題見ていくと、この球面上に3点 PQR を取ったとき、ごちゃごちゃあるんだけど PQ が8、QR が5、RP イコール9であるとすると。三角形 PQR っていうのが PQ8、QR5、RP9 ということが分かって、でいろいろ書いてあるんだけど、まずコサイン QPR はって言われたら、コサイン QPR ですよ。3辺が与えられてて、このコサインはって言ったら余弦定理使えますよね。余弦定理8の2乗足す9の2乗引く 2×8×9 コサイン、求めたいシータっていうのが5の2乗。これがね余弦定理なんだけど、これを経由せずともコサインっていうのを直接ぜひね求められるようになっている方が望ましいですね。 2×8×9 分の8 2乗足す9の2乗引く5の2乗と、これ変形しただけなんですけどね、これ計算すると6分の5という風になります。ただの余弦定理で、三角形 PQR の面積はもうこれも楽勝ですね。2分の 1×8×9× サインっていう風になって、サイン QPR はって言ったらコサインが分かってるわけだから、そこから計算してあげれば6分のルート11とよって6ルート11ということが分かるわけです。ここはもう非常に基本的な問題なので絶対にね解けなきゃいけないんですね。じゃあ続いて次にここからがちょっと難しいんですが、点 T って何って言ったら QS の球面上に点 T を三角錐 TPQR の体積が最大となるように取りますと。そういう点 T から平面 α に垂直な直線を引いて平面 α との交点を H とすると、この時 PH、QH、RH の長さについて何とかが成り立つ。で、選択肢群がここにありますよと。で、以上より、これを使ってっていうことだよね。これを使って三角錐 TPQR の体積は何とかである。この時点で7はおそらく丸6かなって予想つきますよね。だってね、こんな不等号大小が分かったところでこれを使って体積求めてくださいって言われても、結果高さを求めたいんですけど、高さは求められなさそうですよね。こういう等号があって初めて
これを使って計算したらなんかね、うまく求められそうだなっていうことが予想つくので、⑥かなっていうのは想像はつくんですけど、実際ね、その理屈も押さえていきましょう。今 Q がこういうふうに与えられていて、PQR があるわけですね。こんな感じで PQR がありますと。球面上に PQR があって、T がこんな感じで球面をいろいろ動いていくわけですよ。どこに T があるときに、じゃあこの三角錐 TPQR が体積が最大になるのかなっていうことを考えていきたいんですけど、ね、この問題を考えるにあたって、括弧1番をちゃんと忘れないでくださいね。括弧1番が平面でやったことをそのまんま立体でやるとどうなりますかっていうのがこの問題の趣旨なわけですよ。だから平面の時にね、底辺の部分が一定で高さの部分が一番高くなるところってどこかなっていうことを考えていったわけじゃないですか。これも一緒ですよ。今回三角形 PQR の面積っていうのが6ルート11っていうのが、ね、さっき求めたわけですよね。面積が6ルート11ということは、この t から平面 α に下ろした高さの部分が最大になってほしいわけね。高さが最大になってほしい。じゃあ最大になる場所ってどこかなっていうことを考えていくわけ、ね、平面 α との交点をここ h としてるわけだけど、この高さが最大になるってことは、平面 α と平行な面をこういうふうに考えてあげたときに、これが同じ高さになる点の集合ね、どこまで上に行けるかなっていうふうに考えたとき、このこれ α と平行ね、平行な面がこの Q と接する点、この接点 T において高さが一番高くなるなっていうことが分かるわけですよね。よろしいでしょうか。ということは、ここからね、TH に、平面 α に垂線を引いてるわけですよ。α と当然平行なんだから、ここも垂直ですよと。どう考えたって円の中心を通りますよねっていう話。よろしいですかね。だからこの TH、この T から平面 α に垂直な直線を引いたときに、この直線が中心を通る、こういうところに点 T があればいいんだっていうことがまずすぐにわかるはずで、この時 PHQHRH の長さ、 PHQHRH の長さ、この長さのね関係に着目してるんだけど、必ずね等脚四面体、これを連想しなければなりません。徹底基礎講座のね数 A を受講されている方はもう口酸っぱく言ってたと思いますが、四面体っていうのを見たら、四面体って見たら等脚四面体あるいは等面四面体をちゃんと連想してあげて、このどっちかに当てはまる問題かなっていうことをまず考えてあげると。そうすることによって、ある性質が使えるようになるわけですよね。今回は等面四面体っていうことは触れませんが、等脚四面体、そもそも何なのかっていうと、四面体があったときに、このある点から、底面のね、三角形にこう伸びてる辺が全て長さが等しいと。こういう形になっているものを、等脚四面体というふうに言いますよと。足の長さが等しいのね。足が等しい。この性質としてどういうものがあったかというと、この点から対面に垂線を下ろしてあげますと。そうしたときに、この垂線の足っていうのが底面の三角形の外接円の中心になってますよと。すなわち、この3つの長さが等しい。今回の場合で言うと PHQHRH が等しくなってるっていうことなんだけど、これをぜひ連想してあげてほしい。実際ね、今回等脚四面体すぐ見つかりますよね。この TH のが点 O を通るわけだから、このように OP、OQ、OR っていうのを引いてあげれば、すべてね、OP、OQ、OR は円の半径に等しいので、等脚四面体だなと。ってことは O からね、対面 PQR に垂線 H を下ろすと、H は PQR の外接円の中心、すなわち PH と QH と RH が等しいんだってことがすぐわかるわけですよ。ね。で、なぜこれが、この性質が成り立つかっていうと簡単で、三角形 OPH、三角形 OQH、三角形 ORH が合同だからね。
すべて直角三角形ですよと、ね、直角がありますよ。で、斜辺 OP、OQ、OR が、等脚なわけだから等しいですよと。で、高さ OH の部分が共通ってことは、この3つの三角形が合同よって PH と QH と RH が等しいっていうことがわかるわけです。こんな感じで、ね、二次試験に向けておそらく等脚四面体とか等面四面体とかっていうことをちゃんと学ばれてるかなと。ね、学ばれてない方はこれを機にぜひ押さえておいてほしいんですけど、学ばれていれば、ね、この PH、QH、RH、等脚四面体かな、点、中心 O を通るわけで、ここに等脚四面体あるわけだから、当然この関係が成り立つよね、っていうことをスムーズにね、もう連想ゲームかのように導くことができるわけです。よろしいでしょうか。これが分かれば、三角錐 TPQR の体積は楽勝ですね。まず、底面積が分かってるわけだから、6ルート11と。この高さ TH っていうのを求めていきたくて、このうち OT の部分っていうのは円の半径5に等しいよね。じゃああとは OH。この OH の長さを求めていきたいんだけど、これは三角形 OPH、あるいはOKH、ORH、どれでもいいんだけど、に着目して三平方の定理を使っていきましょう。まず、斜辺の長さ OP っていうのは5ですよと。じゃあ OH を求めるために PH っていうのを、ね、この長さを求めていけばいいんだけど、どうやって求めるのって言ったら、三角形 PQR の外接円の半径ですよね。だって点 H っていうのは PQR の外接円の中心なの。PH、QH、RH 等しいから外接円の半径を求めていけばいい。外接円の半径から連想されることはさっきやりましたよ。ね、外接円の半径。はい、正弦定理を必ず連想しなきゃいけませんと。今回の場合で言うと、三角形 PQR の外接円。今、QPR、各 QPR のサインが6分のルート11っていうことを求めたので、外接円の半径はって言ったら、サイン分の、この QR5 だよね。これが円の直径に値するから、そのさらに半分。これ計算してあげると、ルート11分の15というふうになります。これが外接円の半径。すなわち、この pH の長さがルート11分の15。15だよね。っていうことが分かっているので、ここで三平方の定理を使ってあげて、OH の長さ。これは計算するだけ。ルート11分の5ルート2っていう長さになります。よって高さがこれ足すこれ。なので、底面の長さ、底面積が6ルート11かける高さがルート11分の5ルート2足す5と。の3分の1倍。水体だからね。これを計算してあげれば、10括弧ルート11足すルート2ということを求めることができるわけです。よろしいですかね。最後のね、この部分。ちゃんと等脚四面体っていうのを見抜きつつ、点 T がどこにあればいいのかな。TH が円の中心 O を通ればいいんだっていうことを見抜いてあげればね。そこまで難しい問題ではないんですけど、これはちゃんとね、括弧1番で平面でやったときにどうするのかなと。ね。平面でやったときにどういうところに点 C が来てほしいのかなってことは、立体の場合どこに来てほしいのかなっていうことを考えていくと。これはまさにもう二次試験で勉強している内容ですよね。しっかりと普段からね、二次試験の時に、こういう括弧1番みたいな簡単な問題を通して、じゃあ括弧2番、難しくなったらどういうふうに考えていけばいいのかなと。ね。そういう訓練を日頃からしていれば、この問題も、こういうふうに考えていけばいいよね。っていうのはすんなりわかるはずなんですよね。そういうふうに、共通テスト対策っていうふうにあんまり深く考えずに、ちゃんとね、日頃から二次試験に向けて、真の数学力っていうんですかね。その誘導にうまく乗っていく力っていうものをちゃんと身につけて、日頃一問一問問題にね、対して向き合って考えていくことによって、こういう問題に対しても対処できるようになるわけです。よろしいですかね。では続いて第2問。これはデータの統計のね、問題ですね。今回は52子のデータが与えられてて、それがヒストグラムになってますよっていうことさえ分かれば、この問題は解けます。第1子分数と第3子分数が含まれる回帰は何ですかと。子分数についてね、詳しく見ていけば、一応ね、52個のデータがあって、まず中央値がどこって言ったら、ちょうど真ん中のとこね、中央値。今回52っていうのは、偶数なので、ね、こういうふうに26番目のデータと27番目のデータの
ちょうど真ん中のところに中央値が来るわけ。この平均を取れば中央値がわかるんだけど、じゃあ次第1子分数、第3子分数はって言われたら、この2つに分かれたところのそれぞれの中央値っていうのを考えていけばいいんだよね。26っていうのは偶数だから、13番目のデータと14番目のデータのちょうど真ん中の部分が第1子分数。同じようにね。第3子分数っていうのは大きい方から13番目と大きい方から14番目のちょうど真ん中に、ね、あるものが第3子分数なんだけど、実はこの問題そんなに厳密に考えずとも、ね、52割る4って13じゃないですか。ね、割る4はだいたい13か。ってことは、ざっくり13番目ぐらいの、ね、データがどこにあるんだろうって考えるだけで答えはサクッと出てきます。一応ね、丁寧に考えるとこういう風になると。これはね、あとはデータを数えてあげれば、ここに2個、7個、11個っていう風にあるので、じゃあ13番目の項っていうのは、このデータの中にあるなっていうことがわかるし、じゃあ大きい方から1個、1個、5個、8個っていうことを考えれば、13から14番目の項っていうのはここにあるなと、データがここにあるなっていうことがわかるので、第1子分数は1800から2200。だから、丸2。だし、93、第3子分数は3000から3400、丸5にあるということがわかりますよと。で、続いて、子分位範囲はっていう話なんだけど、子分位範囲は、この第1子分数と第2子分数の差ですよね。差が一番大きいところと一番小さいところがどこにあるんだろうっていうことが分かればいいんだけど、差が一番大きいのはね、1800から3400の場合、差が一番ちっちゃいのは2200から3000の場合ということが分かるので、800から1600と、丸1っていうことが分かるわけですね。よろしいですかね。こんな感じで、ヒストグラムの何を汲み取れば、ね、第1子分数、第3子分数が分かるんだろうってことが分かれば難しくないんじゃないかなと思います。で、続いて、今度はね、地域 E19 子と地域 W33 子の2つに分けて箱ひげ図を作りましたよと。で、この時、ね、図2と図3から読み取れることとして何が正しいですかっていう問題。で、この問題も箱ひげ図から何がわかるかっていうことがわかれば、すんなりと理解できるんじゃないかなと思います。で、これね、0、1、2、3の中で一瞬でわかるものとちょっと考えなきゃいけないもの、2つに分かれるわけなんですけど、この丸1と丸3は、丸1と丸2ね、一瞬でわかりますよね。まず、地域 E と地域 W の範囲ですよ。範囲ってことは、この長さですよ。もうどう考えても W の方が長そうだなってわかりますよね。はい。範囲は等しいは違いますと。次。中央値は地域より地域 W の方が大きいと。中央値がどこだろうっていうことが分かってれば。ね、箱ひげ図から何が分かるかっていうと、これはね、ちゃんと整理しておいてくださいね。一番大きいところと最小。ね、最大最小が分かって、あと、93、92、91と。第一子分数、中央値、第三子分数。この3つが分かるわけですよね。これが視覚化されるわけなんだけど、中央値ってことは92、真ん中の部分。中央値と中央値。これ比べてあげるとどうなるかというと、明らかね、地域 W の方が高いですよね。中央値は地域より地域 W の方が大きい。これ合ってるな。こんな感じで一瞬でわかる。ね、丸1、丸2を見るだけで正しいもの丸2かっていうのはすぐわかるんですよ。これでね、この問題を解くだけだったらいいんですけど、一応丸0、丸3についても見ておきますか。地域において小さい方から5番目は何とかであると。小さい方から5番目。で、この箱ひげ図から分かることって何かっていうと、この最小値最大値と91、92、93だけなんですよ。ね。だから小さい方から5番目とか言われてもって感じなんですけど、今回はね、実は分かるんですね。地域 E っていうのは19子ありますと。じゃあ19子あるうちの91、92、93ってどこに対応するのっていう話なんだけど、ね、19子ありますと。まず、中央値について考えてあげると、19は奇数だよね。なので、2つに分けるときに、ちょうど真ん中にデータが来ますよと。10番目のデータが来ますと。丸1から丸19まであったときに、2つに分けるときに、ちょうど真ん中に丸10が来ますよと。よろしいですかね。で、残り、この丸1から丸9まで。
っていうものの、またさらにその中の中央値っていうことを考えるわけなんだけど、9個データがあるわけだから、これもまた奇数ね。ってことはちょうど真ん中に、丸5番目のデータが来ますよと。この丸5番目のデータが91、第一四分位数なわけですよね。ということは、小さい方から5番目の、値。小さい方から5番目って今回はたまたま第一四分位数の値っていう風に言い換えることができるんだ。じゃあその値はって言ったら、ここね。ここの点線が2000なわけだから、2000よりちょっと大きい。で、2200以下か。あれ ?2000 以下。これは×だなってことがわかるわけね。よろしいでしょうか。じゃあ続いて、2600未満の市の割合は地域より地域 W の方が大きいと。2600未満のね、値ってことは、2600ここですね。2600はここだ。こっちの方で言うと2600はここだということが分かって、まず、地域 E における2600の位置ってどこかというと、第2四分位数と第3四分位数の間なわけですよね。第2四分位数っていうのは中央値ってことね。ってことは、中央値っていうのは、50% のちょうどね、割合で言うと 50%、50% になるような位置に第2四分位数、中央値が来て、第3四分位数っていうのは、75% の部分に、第3四分位数があるわけだから、この2600以下の、ここの割合っていうのは、地域 E においては、50% から 75% の割合が来てるんだなっていうことが大体わかるわけですよね。で、地域 W の方はって言ったら、中央値よりも低いわけだから、第一四分位数よりは大きいわけだから、25% から 50% の間で、下に来てるんだっていうことがわかるわけですよ。これ比較してあげると、地域 E より地域 W の方が大きいではないんですね。その逆だっていうことがわかるので、これも×だと。でもこのね、0と3は、一回ちょっと、箱ひげ図のここの部分がどういうふうに対応して、ちょっと考えなきゃいけなさそうですけど、この1と2はもう一瞬でわかりますよね。一瞬でわかるところをまずね、×正誤判定つけてあげて、それで答えが出るんだったら、ね、もう、それそのまま答えにしてもらって大丈夫なわけです。よろしいですかね。では、続いて、この問題があるんだけど、絶対これ間違えちゃダメですよ。分散は、ね、分散は偏差の何ですかっていう問題です。もうこれ分散の定義でしょ。偏差の2乗を合計して数で割った値。子の数で割った値。これがまさに分散の定義なので、絶対に間違えちゃいけない。②。これ間違えちゃった方はちゃんとね、分散復習しておいてくださいね。偏差っていうのは平均値との距離ですね。平均値との差ですよね。ということで、それを2乗してあげて、すべて正の数にしてあげますよと。それを割ることによって、分散という散らばり具合を考える指標にできるっていう発想でしたね。では続いて、括弧3番。括弧3番もいろいろね、ごちゃごちゃ書いてあるんだけど、求めたいのは、焼き鳥とかば焼きの相関係数と。ね。相関係数を求めるために、どんなデータが必要かなって考えたら、もうね、標準偏差と共分散で終わりですよね。標準偏差の積分の共分散。答えは 590×570 分の12万4000っていうことが分かるので、0.37 だなっていうふうにすぐ分かると。ね。何を問われてるんだろう、相関係数か。ね。っていう問われてるものから、じゃあ相関係数を求めるために何が必要かなってことを考えてあげれば、もう楽勝ですよね。相関係数の求め方さえ分かっていれば、もう必要な情報を引き抜いていく。ね、データの分析っていうのは、もう明らかにいろんなデータが与えられてるわけね。いろんなデータが与えられてる中で、考えたいね。どういう情報を知りたいのかっていう、その知りたい情報ベースで、このデータを見ていく。これが基本的な考え方になります。よろしいですかね。ここのね、今年のデータの分析の問題は、非常に解きやすい問題だったと思うので、必ずね、解けるようにしておいてください。では続いて、2番ですね。この問題は、ちょっとだけ難しいですかね。後半は難しいかなと思います。これバスケの問題で、プロバスケットボール選手と花子さんがこうボールをね、投げてシュートするわけ。このボールの軌道が放物線になるわけだよね。二次関数のグラフになりますよと。で、このプロの人が投げたこの軌道っていうものは、最初ね、身長が高いので、
03の点から、こういうふうに投げてあげて、こういう軌道をね、辿って、このゴール、AB の中に入ってきますよと。で、一方、花子さんは02からこうやって投げて、このゴールの中に入っていきますよっていう問題ですね。で、このプロの方の軌道を C1、花子さんの軌道を C2 と置いてあげてください。で、こんな感じで直径 0.2 の円が、ボールね。ボールの直径は 0.2 ですよとか、リングの点 A が 3.83、点 B が 4.23。で、今回は中点 M43 を通る場合を考えてくださいっていう話ね。で、括弧1番が放物線 C1 の方程式における x2 乗の係数を A とする。この時、放物線 C1 の方程式が何とかである。ね、二次関数ですよね。今回、放物線 C1 の方程式を考えていきたいんだけど、じゃあ C1 ってどういう点ですかって言ったら、要はね、03と43を通る点ですよ。通る放物線ですよ。03と43を通る放物線。これどういうふうに考えればいいのかっていうと、普通にね、解くのであれば、y これ ax2 乗プラス bx プラス c の ABC を求めていきたいですよと。で、03、43を通るって言われたらね、もう反射的に、通るんだったら代入すればいいよねと。03と43を代入して、B と C をそれぞれ求めれば4と3ってことがわかるわけですと。こんな感じで求めてあげてもいいんだけど、ちゃんとね、性質で考えてあげる。まず、この03を通るってことは y 切片が3なわけね。y 切片が3。この時点で、この C の部分、区の部分が3っていうのはすぐわかりますよね。x が0の時3。じゃあ次、この木の部分を求めていきたいんだけど、今回03と43を通るんですよ。03と43を通る。ということは、ね。これ対称性を考えてあげてください。この03と43の高さがちょうど3っていう位置で一緒なので、この放物線を考えてあげたときに、ちょうどね、この真ん中の2の点が軸になる。っていうことが分かりますよね。この放物線の軸が2に来なきゃいけないと。これを図形的にね、押さえてあげることによって、これ a 括弧 x-2 の2乗足す、点々点という形になって、これ展開してあげれば、ね、マイナス 4ax が x の一次の係数なんだなっていうことが分かるわけですね。どういうふうに解いてもらっても大丈夫です。また、プロ選手のシュートの高さは、シュートの高さっていうのは、頂点の y 座標の値ですよね。頂点なわけだから、平方完成しますよね。これ平方完成してあげると、a 括弧 x-2 の2乗足す何になるかというと、この、マイナス2の2乗かける a の 4a を一旦まず消してあげればいいと。で、マイナス 4a。で、足す3。なので、マイナス 4a プラス3ということがわかるわけですね。ここら辺はサクサクっと求めつつ、じゃあ次、放物線 C2 の放物定式における x2 乗の係数を P とすると。さっきと一緒ね。C1 の係数を A としたら、y はこうなるよねと。じゃあ同じように C2 の係数、x2 乗の係数を P としたら、C2 の方程式は与えてくれてます。やったね。計算の手間が省けました。じゃあこの時、プロ選手と花子さんのボールが最も高くなる時の地上の位置。これは軸の x 座標ね。を比較するとどうなりますかっていう問題。で、さっきね、やった通り、まず C1 の軸っていうのは、x が2の時っていうのが分かって、じゃあ次、C2 の軸はって言ったらもうこれ与えられてるわけだから、ね、x イコール2マイナス 8p 分の1。これが軸なんだなっていうことが分かるわけですよね。ということは、ね、x イコール2と2マイナス 8p 分の1。どっちの方が大きいのって言ったら、マイナスされてんだからこっちの方がちっちゃいってやっちゃダメですよね。マイナス 8p 分の1。この p の符号にね、ちゃんと着目しなきゃいけないと。ね、p、x2 乗の係数ですよ。放物線 C2 って何って言ったら、上に凸の放物線ですよね。すなわち、x2 乗の係数は当然負ですよと。p が負なんだから、マイナス 8p 分の1は正ですよ。だから2にマイナス 8p 分の1を合わせてあげると、2より大きくなる。要は C2 の軸の方が、ね、C2 の軸の方が
この軸の方が2よりも大きいところ、右側に来てると。こんな感じで。軸が2よりもこっち側に絶対にある。要は M に近い方にありますよと。これをね、反映しているのが、花子さんの方が、M の X 座標に近いので、丸2というふうに求めることができるわけです。よろしいでしょうか。こんな感じで、ね、軸の値を見なきゃいけないのか。じゃあ C1 と C2 の軸ってなんだっけな、X イコール2。で、これ与えられてるじゃん。じゃあ比較すればいいよね。っていうことがね、これで求めることができるんですけど、実は、この C2 の方程式、与えられてなくてもすぐに求められます。どうやって解くのっていう話なんだけど、ね、与えられてなかったとしてもだよ。ちゃんと図形的に考えていきましょう。C1 のね、放物線を考えたときに軸が x イコール2にあるよねっていう話をしたのはなぜかというと、高さが3、ね、高さが同じく3であるような点において、ね、ってことは、この、03の0と43の4のちょうど真ん中の部分に軸が来るはずだよねっていう話ですよ。じゃあ今度 C2 について同じように考えてあげると、この43の3と同じ高さにこのボールが来る場所っていうのは、まず1回目はここだよね。ここに、絶対通るわけですよ。ここを通ったときに、今ね、この C2 の軸ってどこにあるのって言ったら、この点と、この点と、この M の中点の部分に、この軸っていうのは来るはずですよね。よろしいですかね。そうするとね、明らか0343の中点の、x イコール2の部分に軸が来る場合と、これ03より右側の点と43のね、中点っていうのを考えるわけだから、当然、この軸としても右側に移りますよね。っていうことを考えてあげれば、図形的にこの 2-8p 分の1っていうのが与えられてなくても解けるっていうことも合わせて押さえておいてください。では続いて、ここからがね、ちょっと難しいんですけど、2人はボールがリング、スレスレの場合、スレスレを通る場合のシュートの高さについて考えていきますよと。で、これごちゃごちゃ言ってるんだけど、要はね、P が D と M を通るとね、A の真上の点で P が通る点 D と。だから、点 D を通ってくださいねっていう話。で、この時に、AD の長さが15分のルート3であるとすると。ね。この15分のルート3っていうのを使ってあげて、この D と M、この2点を通る放物線っていうのを考えてあげましょうっていう話です。要はそういうことなんだけど、どういうことかというとね、もうちょい、説明すると、ここの半径 0.1 の円っていうのが何かというと、これボールです。これボール。これがボールと、同じ、ね円なんだけども、このボールとに接するこういう DM っていう直線を考えてあげますよと。こういうふうに接する、直線 DM っていうのを考えてあげます。この、ね点 D っていうのを、接するようにね、接線引いて、D の AD の長さを求めてあげると15分のルート3になりますよっていうのはこれ与えられてるんですけど、これを与えられた上で D と M を通るとどうなるかっていう話ね。D と M を通ると結局ね、これ放物線を通ってるわけだから、この直線 DM より上にボールが来るわけでね。これより上にボールが来ますよと。で、これより上にボールが来るっていうことは、絶対に A からの距離って 0.1 より大きいですよね。だって、この 0.1 以内の距離っていうのがここなわけですよ。A からの距離が 0.1 以内の距離っていうのがここの点の集合なわけなんだけど、点 P っていうのは絶対そのね、円の外側にある。つまり A からの距離っていうのは 0.1 よりも遠いわけだよね。絶対に。ということで、じゃあ D と M を通る場合っていうのは少なくともこの点 A にはぶつからないよねっていうことが言えるわけね。僕ね、これ最初問題読んだ時にリングスレスレを通る場合、スレスレか。
難しいなって思ったんですよ。っていうのも、ね、パッと見たときに、要はこの放物線ね、軌道が点 A からの一番近いところの距離が 0.1 である。そういう A を求めていきたいのかっていうふうに思ったから、難しそうだなって思ったんですけど、別に本当のスレスレ、本当のギリギリ、境目ではなくて、例えば D と M を通る場合って言ったら、大体、少なくとも A にはぶつからないよね。みたいな、ギリギリからちょっと余裕がある。どれぐらい余裕があるのって言ったら、これぐらいの余裕があるんですけど、ほぼ余裕ないっちゃ余裕ないけど、要はぴったりではないよっていう話ね。ぴったりではない点を求めていきましょうっていうのが今回の、ちょっとね、トリッキーなところですよね。この文章だけ読んだら、もうぴったりの点を求めていくのかなって思っちゃうんですけど、そういうわけじゃないよと。じゃあ今回ね、問題を求めていきたいんだけど、よって、放物線 C1 が D を通るとき C1 の方程式はっていう問題ですよね。これね、C1 の方程式ってさっき求めたじゃないですか。y イコール ax2 乗マイナス 4x プラス3。で、シュートの高さはマイナス 4a プラス3というのを求めたんですよね。ということは、この y イコール ax2 乗マイナス 4ax プラス3。で、そもそも何だったかというと、03と43を通る放物線を求めたらこういう風になったわけね。で、さらに今回条件として1個加わったわけですよ。何が加わったのって言ったら、AD イコール15分のルート3となる点 D もさらに通りますよっていうことだよね。点 D の座標って何って言ったら、X 座標が 3.8、Y 座標は3たす15分のルート3っていう座標であることが分かって、点 D を通る。ね、通るって言ったら、はい、代入すれば終わりと。ね。代入して計算してあげてください。y が3プラス15分のルート3。イコール、これそのまま代入するとちょっとめんどくさいので、ax 括弧 x-4 っていう風にくくってあげることによって、a 倍の x は 3.8 か。3.8 かける、マイナス4すればいいから、マイナス 0.2。プラス3という風になるから、3これ消すことができて、a はって言ったら 3.8 かけマイナス 0.2 を15分のルート3で割ってあげればいいよねと。やって a イコールマイナス57分の5ルート3っていう風になるので、結局、このマイナス57分の5ルート3をこの a に入れてあげれば、マイナス57分の5ルート3、かっこ x2 乗マイナス 4x プラス3ということで、求めることができるわけです。よろしいですかね。こんな感じで、今まで求めてきたね、放物線 C1 の方程式を求めたい。C1 の方程式さっき求めたじゃん。ね。さっき求めたんだけど、さらに追加情報として何があるのって言ったら、C1 が D を通りますよ。この追加情報があるわけだから、じゃあ点 D の座標っていうものを代入して計算すればいいよね。っていう、こういう発想ですと。で、続いて、また放物線 C2 が D を通るとき、計算してくれてるわけです。花子さんのシュートの高さは約 3.4 と求められますよと。C2 のシュートの高さ分かってるのねと。以上のことから放物線 C1 と C2 が D を通るとき、そのね、シュートの高さを比べてくださいっていう話なんだけど、ね。じゃあ C1 の方のシュートの高さはと。ね、C2 の方は求めてくれてんだから、C1 の方を求めたいよね。で、C1 のシュートの高さはさっき求めました。マイナス 4a プラス3ですと。で、そのマイナス 4a プラス3の a がマイナス57分の5ルート3っていうことが分かっているので、C1 のシュートの高さっていうのは、マイナス 4a、a がマイナス57分の5ルート3足す3と、マイナス 4a プラス3。これを計算してあげて、ルート3がね、1.73 っていうのを使ってあげて、この C1 のね、シュートの高さを求めて、じゃあ C2 の高さは 3.4 なんだ。どっちの方が高いのかなっていうことを、あとは計算するだけです。ね。計算は省略しますが、プロ選手の方が約1個分だけ、ボールのね、大きさっていうのは与えられてましたね。ボールの大きさは直径 0.2 の円だと。だから差が 0.2 ぐらいなんだから、約1個分なんだなっていうことを求めることができるわけですと。よろしいでしょうか。こんな感じで、ごちゃごちゃ言ってるんだけど、要はね、ごちゃごちゃ言ってるけど、
結局やりたいことって、放物線 C1 が D を通るとき、D っていうのはAD イコール15分のルート3で与えられてるんだから、ね、D の方程式、D の点の座標を C1、さっき求めた C1 の方程式に代入してあげて A を求めればいいだけってことね。で、咀嚼できるかと。ごちゃごちゃ言ってる、いろんな情報の中からいかに必要な情報を取捨選択してあげるかっていうことがすごく大事になってくるわけですというわけですね。では続いて第3問、倍の数の問題ですね。なんと今年ね、確率の問題出なかったんですよ。おそらく条件付き確率出るだろうとかね思って、その解説動画も出したんですけど、今年出ませんでした。ってことは来年はね、さすがに確率の問題出るだろうってことは予測されるので、しっかりとね、来年以降の受験生の方は確率の問題、特に条件付き確率苦手としている人が多いので、ぜひ解説動画なども、参考にしていただいて、対策してもらえたらいいなと思います。じゃあ倍の数の問題、ごちゃごちゃ書いてあるんだけど、5色を使ってね、しかもつながれた隣り合う2つの玉は異なる色になるように塗っていってください。使ってね、何色も同じ色何回使ってもよくて、使わない色があってもいいですよと。で、これ書いてあるんだけど、当たり前のこと言ってるね。図 B において玉の塗り方はって言ったら、まず玉の1の塗り方は5通りありますよね。玉2はって言ったら玉1以外の色の塗り方がありますよね。で、玉3も同じく玉2以外の色の塗り方を考えればよくて、玉4についても玉3以外のもの。樹形図的な発想なんですね。ちょっと色 A、色 B、色 C、色 D、色 E みたいに置いてあげると、これが玉丸1ね。玉2については、それぞれについて玉1以外の4色の塗り方があるわけでね。A については B、C、D、E と。こんな感じで、それぞれについて、樹形図4本の線が広がっていて、じゃあ次、玉3はって言ったら、それぞれについてまた4本線が広がってるんでね。A、B っていう、つながりに対して、B じゃない A、C、D、E っていう、それぞれね、4本ずつ、それぞれ4本ずつ広がっていってるから、さらに4かければよくて、じゃあ丸4はって言ったらまたね、4本の線がこうやって広がっていくわけですよね。みたいなイメージです。ね、樹形図的に 5×4×4×4 の広がりがあるよねっていうことが分かれば、これ計算してあげれば320通りということが分かるわけです。じゃあ続いて図 C において色の塗り方は何通りある。これもまず玉1に塗ってあげるものを考えると5通りありますよね。玉1はA、B、C、D、E 色の5通りあって、じゃあ次玉2に塗ってあげるものはって言ったら、それぞれ4色ずつあるわけですよ。ね、4色ずつあって、4色ずつありますよと。じゃあ今度玉3の塗り方はって言ったら、例えばね、A、B っていう塗り方があったら、玉3の塗り方っていうのは、A でも B でもない C、D、E の3色の塗り方があるわけですよね。これは、どの通路を通ってあげても、3つね、3種類あるわけだから、5×4×3 で60通りというふうに求めることができるわけです。じゃあ続いて括弧3番、図 D における玉の塗り方のうち、赤をちょうど2回使う塗り方はって問われてるわけですよね。赤を2回使うわけで、今回つながれた2つの玉は異なる色になるんですよ。ってことは赤は隣り合わないんだよね。ってことは赤は13の場合か24の場合の2パターンあるわけですよ。よろしいですかね。だから赤が13は24との場合の2パターンありますよと。で、それぞれのね、場合の数っていうのは当然等しいですよね。じゃあ、今、赤が13の場合を考えてあげます。ね。赤が13の場合。じゃあ続いて、この丸2と丸4にどういう色が来れるかなって考えたら、丸2は、赤以外の4通りの色、何でも OK ですね。で、丸4の方も同じように4通りの色、何でも OK なわけですよ。ってことは、丸1、丸3が赤の場合っていうのは、丸2、丸4の塗り方は 4×4 の16通り。で、それが赤が24の場合も同じように16通りあるわけだから、16×2 で32通りというふうに求めることができるわけです。では続いて、図 E における玉の塗り方のうち、赤を
ちょうど3回。かつ青をちょうど2回使ってくださいと。で、さっきと同じで、ね。同じ色っていうのは隣り得ないわけ。ってことはだよ。赤を例えば丸1にね、入れちゃったら、絶対残り赤2回使わなきゃいけなくて、隣り合っちゃいますよね。そういうふうに考えると、結局、この丸2から丸6、この中に赤っていうのを3回使わなきゃいけないですよと。さらに、青も2回使わなきゃいけないですよね。この丸1の部分に青を入れちゃったら絶対隣り合っちゃうからね。ということで、結局、この丸2から丸6っていうのは赤3個、青2個を並び替えてあげた 5C2 との10通りの塗り方がありますよと。で、それぞれについて丸1っていうのは赤と青以外の3色ね。黄色、緑、紫っていうのがそれぞれあるわけですよね。ここは3通りの塗り方があるわけだから、結局3通りかける10通りの30通りというふうに求めることができるわけです。これはね、ちゃんと状況を整理して、ね、赤を2回使うっていうことは、この場合しかないんだとか、ね、3回、2回、じゃあここに3回、2回を塗る場合なんだというふうに状況を整理してあげれば、難しいことはないんじゃないかなと思います。では続いて、図 D において玉の塗り方のソースを求めてあげてくださいと。で、そのために、これ誘導ですよね。次の構想を立てると。図 D と図 F を比較する。なるほど。これとこれを比較してあげましょうっていうのが今回の趣旨ですと。そうするとどうなるかっていうと、図 F では、玉3と玉4が同色になる玉の塗り方が可能である。なるほど。つまり、図 D ではね、図 D では、丸3と丸4っていうのは、当然異なってなきゃいけないと。でも、図 F においては、これ同じでもいいんだよね。同じでもか。ということで、当然、図 F の玉の塗り方の総数の方が大きくなってますよと。で、どれだけ大きくなってるのっていうことを考えていくんですよね。図 F における玉の塗り方っていうのは、図 B における玉の塗り方と同じ。図 B っていうのはこれね。これ。丸1、丸2、丸3、丸4をただ横につなげた320通りの塗り方と等しいよね。ただ横につなげてる320通りと。それは形が一緒だから。で、そのうち、玉3と玉4が同色になる玉の塗り方はって言われたら、ね、同じになるものとの総数と一致する図として、この中で正しいものは何とかであると。だから、玉3と玉4が同じ色ですよっていう塗り方を今考えたいわけね。同色になる。同じ色ですよっていう玉の塗り方を考えたいわけなんだけど、これは、要はね、丸3と丸4っていうのが一緒なんだから、合体していいよね。同じってことは、これ全体を塗りつぶしみたいなイメージ。結局、じゃあ、丸3と丸4どっちも赤で塗ろうって言ったら、このまとまりを塗りつぶしてあげるみたいなイメージを持ってあげれば、結局、丸1、丸2、なんとかみたいな、この丸2の形と同じになるってことがわかりますよね。この丸3の部分が塗りつぶしに対応してるわけね。全く一緒じゃないですか。ということで、ここが丸2っていうことが分かって、従って図 D における玉の塗り方はっていう話なんだけど、ね。この図 F の塗り方の総数は320通りですよと。で、そのうち、丸3と丸4が一緒になっちゃう。要は除かなきゃいけない玉の塗り方って何通りあるのって言ったら、このカッコ2で求めたら60通りですよね。ということは、結局 320-60 で260通りが答えになると。ね。これを一旦、ここね、切除してあげてると。で、丸3と丸4の紐を切ってあげて、そしたら、このね、場合の数っていうのは320通りっていうのがわかるじゃん。で、だけど、この場合で考えちゃいけないのは、丸3と丸4が同じになる場合を除いてあげなきゃいけないよねと。それって結局、この三角形のね、塗ってあげる、倍の数に等しいじゃん。それはさっき求めた60通りなんだから320から60引いて260だよねっていう発想ですと。で、
6番。図 G において玉の塗り方は何通りありますか？これがね、まさに共通テストで求められるようになった能力なんですよね。さっきのこの5番でやってることをしっかりと理解して咀嚼して、要はね、なんかよくわかんないけど答えを出せたっていう人を省いてる問題なんですよ。この5番は四角形、四角形のね、この場合の数の塗り方を求めてあげてくださいね。じゃあ同じようにやれば当然五角形は解けるでしょっていう話。ね。今回どうやればいいかというと、こういうふうに1個切ってあげると。まず切除してあげるとどうなるかというと、横一列ね。丸1、丸2、丸3、丸4、丸5。この場合の数に等しくなるわけだよね。塗り方としては。すなわち 5×4×4×4×4。これ計算してあげると、20×80、320、1280か。通り。っていうのがわかるんだけど、この問題点としては、ね、丸1と丸5。これが同じ色になっちゃう場合も含まれちゃうんだよね。丸1と丸5が同じ色になっちゃう場合も含まれますよと。それはあかん。それを取り除いてあげなきゃいけない。で、それは実質ね、これ塗りつぶし的なイメージを考えてあげると、丸2なんとか丸4丸3。すなわち、こういう四角形を塗りつぶす場合の数に等しいじゃん。それさっき求めた260通りね。この260通り分だけ引いてあげればいいよねと答え、引き算すると1020通りというふうに求めることができるわけですね。よろしいでしょうか。ちゃんとね、こんな感じで、この誘導っていうものが何をね、してるのか。要はこういうことを考えてるんだっていうのを、まずね、示してくれてます。で、その誘導を示した上で、もうその誘導をね、ほっぽり投げて、じゃあ、はい、同じようにこれやって、ね、四角形の場合、もうね、道筋立ててあげたんだから、五角形の場合、こうすれば解けるでしょみたいな感じで、誘導をね、完全にカットしたバージョンを与えられていると。よろしいですかね。では続いて第4問です。これね、ごちゃごちゃ書いてあるけど、この赤の、縦が110、横が462のタイルをこう敷き詰めていきますよと。で、462と110の両方を割り切る素数のうち最大のものは、これはただ計算してあげてください。11です。注意しなきゃいけないのは素数ね。これ素因数分解してあげれば、462っていうのが 11×42 だから 2×3×7×11。110は 2×5×11 だから、11が一番大きいものだし。で、赤い長方形を並べて作ることができる正方形のうち、辺の長さが最小であるものは、これはこの、ね、最小公倍数ですよね。最小公倍数は結局 2×3×5×7×11。この462に5をかければいいから2310っていうことが分かりますよと。で、続いて、正方形でない長方形を作るっていうことを考えたときに、横の長さと縦の長さの差の絶対値が最小になるのは462の約数と110の約数を考えると差の絶対値が何とかになるときであると。これ結果的にね、462と110の最大公約数の22になるんですけど、それはなんでかっていうとね、この横の長さ、横の枚数を x、縦の枚数を y というふうに考えてあげると、この長さっていうのは 462x と 110y になりますよね。よろしいですかね。で、その差を考えてるね。462x-110y の絶対値っていうのを考えてるわけなんだけど、ね。この462と110の最大公約数22っていうので、これくくってあげられますよね。22倍の、これが 21x-5y と。こんな感じでくくってあげられる時点で、全体としてもう22の倍数確定してるわけだよね。ということで、ね、この差っていうのは、絶対に、正方形じゃないんだったら、じゃあ22になるのかっていうことがわかるわけですよ。じゃあ続いて、縦の長さが横の長さより22長い。ね、長い長方形のうち横の長さが最初のものを考えてくださいっていう話なんだけど、縦の長さが22長いんでしょ。だから、110y の方が22長い。ってことは、462x-110y っていうのがマイナス22か。ね、110y の方が
ね、縦の 110y の方が長いわけだから、引いてあげるとマイナス22ですよと。要はね、これ22でくくって、両辺22で割ってあげれば、21x マイナス 5y っていうのがマイナス1となる、この x と y を考えてあげればいいですよっていう話だよね。あとは一次不定方程式の問題なんだけど、これパッと見てね、x イコール1と y イコール4っていうのを入れてあげたらね、21-20で1になるなっていうのが分かりますよね。1になるなと。ってことは、マイナス1になるためには、マイナス1倍してあげればいいと。xy がマイナス1、マイナス4っていうのは、このうちの一つの解だっていうことが分かるわけですよね。そうすると、一つの解が分かれば、これぜひね、押さえておいてほしいんだけど、この係数21とマイナス5っていうのを見てあげれば、これをプラス5してあげた4とプラス21した17っていうのも一つの答えになりますよね。この x をプラス5、y をプラス21してあげると、21×5 引く 5×21 で結局同じ値をね、マイナス1という同じ値に落ち着くので、このマイナス1、マイナス4の x をプラス5して、y にプラス21したものも解になるなということが分かるので、じゃあ横の長さが最小のものはって言ったら、横の長さ 462x だよね。462x の最小のものはって言ったら、x が最小の自然数は当然4なので、462×4、1848というふうになるわけです。よろしいですかね。こんな感じで結局何を求めたいのかっていうことを考えてあげれば、そんなに難しい問題ではないかなと思います。では続いて括弧2番。今度は、ね、この赤い長方形を並べていくだけじゃなくて、この長方形とともにこの青い長方形も別で並べていきましょうっていう話で、図2のような正方形や長方形を作ることを考えていますよ。でこの時赤い長方形を並べてできる長方形の今縦の長さを比べてるね。この縦の長さ、この接着面で考えてあげると、結局、この縦の長さっていうのは110の倍数だし、110の倍数だし、154の倍数でもありますよと。ということはね、結局、縦の長さが最小のものはって言ったら110と154の最小公倍数770だし、図2のような長方形は縦の長さが770の倍数ということは分かりますよね。110の倍数でもあり、154の倍数でもあるから770の倍数だよと。これは簡単。じゃあ続いて、赤い長方形と青い長方形を図2のように並べて正方形を作ってみようよと。正方形ね。今、このね、条件から縦の長さっていうのは770の倍数っていうことがわかるわけ。っていうことは、横の長さも当然770の倍数じゃなきゃいけないよね。正方形だから。長さが等しいからね。っていうことを前提としてもらって、これ言ってるね。正方形だから横の長さは770の倍数じゃなきゃいけないよね。では続いて、462と363の最大公約数は、これはね、普通に平方完成、じゃなくて、素因数分解してもらえれば、2×3×7×11 ということは3と11なんだと。最大公約数33だなっていうふうにすぐわかるし、じゃあ続いて33の倍数のうちで770の倍数でもある最小の正の整数はって言ったら、33と770の最小公倍数ですよね。2310っていうふうにわかりますよと。これらのことと、そのね、赤い長方形も青い長方形も1枚以上使うっていうことから、じゃあ辺の長さで最小な正方形の地辺の長さが最小であるものは一辺の長さがいくつのものであることが分かりますよ。どういうことだと。要はね、この問題見てあげて、462のなんとか倍と363のなんとか倍っていうのが結局770の倍数になってあげればいいわけだよね。462のなんとか倍と363のなんとか倍っていうのが、770のなんとか倍、770の倍数っていう風になってほしいんだけど、ね。ここで462と363の最大公約数が33なわけ。もうその時点で、この左辺っていうのは33の倍数なんだよね。よろしいでしょうか。
ということは、ね、右辺もね、33の倍数であることがわかるので、結局770と33の倍数でもある最初の正の数は2310。すなわち、この2つを合わせると、両辺が2310の倍数であるということがわかるわけです。これを使ってあげるとね、462x 足す 363y っていうのが、2310のなんとか倍であるっていうことが分かって、これを全体33で割ってあげれば、多少ね、計算が簡略化されると。14x 足す 11y っていうのが 70z ですよと。こういう方程式が成り立つわけですよね。で、あとは、これを満たす、2310z。これの最小値、辺の長さが最小を求めたいと。よろしいですかね。だから結局、z の最小値は何ですかっていう問題なわけよ。ね。じゃあ、z が1の場合、z が2の場合、z が3の場合、みたいな感じで考えていけばいいわけですよね。一番ちっちゃい z としてどういうものがあるのかなっていうことを考えていきたいんだけど、z が1の場合って何って言ったら 14x プラス 11y イコール70じゃないですか。で、ここでぜひ気づいてほしいのがね、70って14の倍数じゃんと。すなわち50っていうのは一つの解なんだなっていうことがわかるわけですよね。50っていうのは一つの解ですよね。でもこのままだったらいけない。なぜかというと、赤い長方形も青い長方形も1枚以上使うわけだから y が0っていうのは NG なわけ。NG。よろしいですかね。じゃあ50っていうのを足がかりにしてこの x と y の別の解を探していこうっていう話なんだけどね。14x プラス 11y ですよ。ってことは x をプラス11、11増やした場合っていうのは y は14減っちゃいますよね。逆の方がいいかな。x を11減らした場合っていうのは y が14増えるわけですよ。そしたら14× マイナス11と 11×14 で同じ値が出てくるからね。そうするとね、50っていうのを見つけて、じゃあ y0 だから次14足してあげようって思ったら、今度 x が 5-11 で負になっちゃうわけですよ。ってことは z イコール1となる xy、自然数 xy の組は存在しないなってわかるわけです。よろしいでしょうか。っていうことを同じようにやっていくと簡単ですよ。z イコール2の場合はって言ったら、この70が2倍されるわけだから、結局10っていうのが一つの解になりますよね。14x 足す 11y イコール140っていうのは、要はここが2倍されてるんだから2倍したものが一つの解になりますよと。で x を11減らして y を14増やすと、今度 x が負になっちゃうわけだから、同じように z イコール2の解もないですよねと。じゃあ続いて z イコール3の場合はって言ったら、これは今度は一つの解として15-0っていうのがすぐ見つかるわけだけど、y が0だとダメだから、じゃあ次の解はって言ったら y を14増やしてあげるんだよね。そうすると、x が11減るから4、14と。こんな感じで、x を4、y イコール14っていう風にしてあげれば z イコール3となる、組み合わせが存在するわけ。っていうことは z イコール3となるような正方形は作れるんだと。正方形は作れる。ということで、答え。最小のものはって言ったら2310の3倍で6930ということがわかるわけです。よろしいですかね。この問題ね、この6930までは正直すごく簡単ですね。だって33でもありの倍数でも770の倍数でもある数を求めてくださいみたいな、もう別に赤い長方形青い長方形とか何も考えなくたって解けるじゃないですか。で最後だけちょっと難しいんだけど、最後はね、要は何をしてるのかっていうと、x、y とか置いてあげて、こういうふうに方程式の形にしてあげる。でこの解を満たす x、y、z があればいいんだよね。で求めたいのは一番ちっちゃい z だと。一番ちっちゃい z を求めたいんだから、1、2、3の場合、それぞれ調べていって、z イコール3の場合、いい感じの x、y あるじゃん。じゃあそれが答えだよね。っていう流れです。ちゃんとしっかりと流れを考えてあげれば、そんなに難しい問題じゃなかったんじゃないかなと思います。ではラスト、第5問ですね。この第5問はちょっと難しいです。
こういうふうに手順1っていうのがあって、これ図示してあげましょうと。で、この時直線 L は、こう書いてあるんだけど、図示ちょっと別のところでやってあげます。すごい行ったり来たりするからね。円 O と異なる2点で交わり、中心 O を通らない直線 L を引くと。ね。直線 L 引いてますね。で、円 O と直線 L との交点を AB とし、線分 AB の中点を 終点 C を取ると。だから、ここが中点になってますよと。で、続いて、円 O の周上に点 D を、各 COD が鈍角となるように取ってますと。各 COD が鈍角ですよ。ここ垂直ですよね。AB の垂直二等分線上に OC があると。で、直線 CD を引いて、O との交点で D とは異なる点を E を取ると。CD をこういうふうに引いて、もう一つの交点をここ E というふうに置いてあげてください。で、点 D を通り、OC、直線 OC に垂直な直線を引き、OC との交点を F、O と交点 D では異なる点を G とすると。OC がこういうふうにあったときに、D とね、こういうふうに垂線を引いてあげて、この足の部分が、F かな。ここが F。で、ここが G と。で、この時、点 G における円 O の接線を引く。で、直線 L との交点を H とする。だから G におけるこう接線を P と、ね、伸ばしてあげて、この直線 L との交点を H としますと。こういう図が書けるわけですね。で、この図において、L は L と点 D の位置によらず、ね、最初 L とか点 D とか適当に取ったわけだけど、この EH は O の接線であると。どこかというと、EH ね。この EH の線っていうのが、円 O に接してますよっていうことを、示していきたいっていうことね。そのことは次の構想に基づいて後のように説明できる。直線 EH が円 O の接線であることを証明するためには、それを証明するためには、各 OEH が何であればよいと。各 OEH ね。中心とね、結んでるわけだから当然垂直ですよね。接線を中心と結べば、当然垂直だっていうことが分かって、手順1のステップ1とステップ4により 4 点 CGH なんとかは同一円周上にあることが分かると。ステップ1とステップ4により、求めたいのが C、G、H なんとかだよね。で、今、ステップ1とステップ4ですよ。ステップ4って何かというと、点 G における円 O の接線を引いたわけ。ということは、こういうふうにね、接線ってことは O とこういうふうに線引いたときに、垂直っていうことを使っていきたいのかなっていうのは想像つきますよね。で、この CGH ね、これ見てあげれば、O っていうのが同一円周上にありますよね。だって、この各 OCB も垂直なわけ。ってことは、向かい合う角の和が180度っていうことがわかると。ついでに、そのね、中心っていうのは OH の中点に来ますよね。直角三角形2枚がこういうふうに、張り付いているわけだから、その中心は OH の中点にあることもわかるんですけど、この OCHG が同一円周上にある。実際、点 O っていうのが選択肢にありますよと。じゃあ、続いて。よって、各 CHG イコール何とかである。各 CHG、どこだと。各 CHG、ここね。今、よってって言われてるじゃないですか。よって。ってことは、同一円周上にあるっていうことを使うんだなっていうことは分かりますよね。この4点が同一円周上にあるってことは、この角っていうのが、四角形がね、内接してるわけですよ。四角形が内接している。こういう円が描けるわけなんですけど、四角形が内接してるっていうことは、この CHG と向かい合う角の和が180度。すなわち、向かい合う角の外角が等しいということが言えますよね。円があったときに、四角形がこういうふうにあった場合、この角とこの向かい合う四角形のね、外角が等しいっていう性質はもうね、常識ですよね。なので、ここの部分とここの部分が等しいんだ。角 FOG っていうのがあるかなって見てあげると、角 FOG ありましたよと。
いうことが分かって、一方、点 E は円 O の周上にあることから、各 FOG は何とかであることが分かると。点 E が、ね、ちゃんとどういう情報を使ってくださいっていうのが与えられてるよね。点 E っていうのがこの円上にあるということから、この各 FOG と何かが等しいっていうことね。点 E。なるほど。これを使ってあげたいんだなっていうのが分かるんだけど、どうやらね、中心角と円周角っぽいよね。で、ここで、この、DG についてなんだけど、中心からこういうふうに線が引かれていて、垂直。要はここのね、OF に対して点 D と点 G が対称にあるよね。対称の点にあると。要はこことここの角も等しい。アルファとするとここもアルファだ。っていうことが、すぐに分かって。ってことは、ね、各 DOG の中心角に対する円周角、各 DEG。各 DEG っていうものも、ここが半分になると。ね、アルファ。っていうことが分かるので、じゃあ FOG と DEG が等しいんだってことが分かりますね。FOG と DEG あるかなと。DEG ありますね。DEG が等しいということが分かりますよと。よって、各 CHG イコール、DEG だね。であるので、4.CGH なんとかは同一円周上にあると。CHG と DEG が等しい。CHG。こことここが等しいと。ここが等しいということは、4.CGH なんとかが同一円周上にあると。なんか図形的に E っぽいけどね。E っぽいけど、実際見えますかね。この蝶々型。この蝶々です。この蝶々見てあげれば、ここアルファって等しいなと。よろしいですかね。これですよ。こういう形で、ここが等しいよっていう話。ここのアルファの部分が等しいわけだから、この蝶々型を見てあげれば、この 4.CEHG っていうのが同一円周上にあるんだなと。ね。かはいいですね。丸に。で、あることがわかると。で、この円が点、ってなんだ ?O か。点 O を通ることにより、各 OEH イコール90度であることを示せますよっていう話なんだけど、要は、3.CGH を通る円っていうのが O も E も通るわけ。要はこの5点が同一円周上にあるよっていう話ね。5点が同一円周上にあるよっていうことが分かるので、結局ね、この四角形 OEHG に着目してあげれば、この角 OGH が90度。ってことは、向かい合う角の和が180度だから、この角 OEH っていうのも90度だ。っていうことがわかるわけです。よろしいですかね。こんな感じで、ね、ちょっとごちゃごちゃしてるんだけど、ね。ちゃんとステップ4によりとか、よってとか、ね。点 E は円 O の周上にあることからっていう、この条件を絶対使うんだろうなと。ね、絶対使うっていう目で見てあげて、じゃあそれに関連する何かね、自分の知ってる考え方ってないだろうか。円周角と中心角を多分結びつけたいんだろうなとかね。そういうふうに、この誘導っていうのを踏まえた上で、ね、この誘導を使うためにはどう変形していけばいいんだろうっていうふうに考えていく。これってまさに二次試験で必要とされる能力ですよね。括弧1番でなんかね、証明させて、で、括弧2番でこれを求めよう。この括弧1番をどうやれば使えるんだろうって絶対考えなきゃいけないじゃないですか。そういう訓練を日頃からしていけば、この問題もきっと解けるんじゃないかなと思います。では続いて括弧2番。この括弧2番は結構トリッキーです。円 O に対して括弧1の手順1とは直線 L の引き方を変え、次の手順2で作図を行うと。で、手順2。これもね、別で書いてありますと。円 O と共有点を持たない直線 L を引く。ね、O があって、L を引いてあげてください。中心 O から L に垂直な直線を引き、直線 L との交点を P とします。で、次。円 O の周上に各点 P
Q を各 POQ が鈍角となるように取る。だからこんな感じで各 POQ が鈍角になるように取ってあげて、で直線 PQ を引き、Q と異なる円の交点を R というふうに置くと。で次点 Q を通り、直線 OP に垂直な直線を引く。OP に垂直な直線を引いて、O との交点では、こういうふうに引いて、O との交点で異なる、Q と異なる点を S とすると。で、点 S における円 O の接線を引いて、こんな感じ。こういうふうにバーッと接線を引いて、直線 L との交点を T と置いてくださいと。こういう図が描けるわけですね。この図とかなり近いと思います。で、この時各 PTS イコール何とかであると。各 PTS ってどこだ？各 PTS。ここですね。ここがどこと等しいですかっていう問題なんだけど、ぜひね、この括弧1番と同じような方針をぜひ考えていきましょう。どういうことかというと、まずね、ここで S で接線を引いてるわけじゃないですか。ということは、この OS っていうのは当然垂直ですよ。このことから、さっきと一緒ね、4点 OPTS っていうのは同一円周上にありますよね。向かい合う角の和が180度、90度、90度で180度だから、当然同一円周上にありますよ。これさっき最初からやりましたね。この直角だから、この4点が同一円周上にありますよ。ということは、次やったのは何かっていうと、この向かい合う角の、向かい合う四角形の角の外角、対外角が等しい。この角アルファっていうふうに置いてあげると、この向かい合う四角形の角の対外角がアルファで等しいですよと。そうですね。じゃあ続いて何をしたかというと、このアルファっていうところを、ここもアルファで等しいよね。中心角が2アルファってことは円周角はアルファですよね。円周角ってどこって言ったら、こういうふうに RSB って引いてあげると、QOS が2アルファなんだから QRS がアルファですよと。こんな感じで移っていったわけですと。そうするとね、ここがアルファ。今回のね、各 PTS イコールは、もうこれ各 QRS で答え出ちゃったんですけど、各 QRS ね。QRS と等しいですよね。で、それをアルファっていうのを求めてあげると、今度はこのアルファとこのアルファが等しいことから、さっきはこのアルファとこのアルファが等しいことから蝶々型を見つけたんだけど、今回は蝶々型じゃなくて、この四角形ね。この四角形見てあげれば、向かい合う角の、この四角形の向かい合う角の外角が等しい。ということは、PTSR。これも同一円周上にあるよねと。まさに、この括弧1番の方でやった手順と全く同じことをやってあげることによって TPQOS この5つの点が同一円周上にあるんだということが分かったわけですね。よろしいですかね。では円 O の半径がルート5で OT イコール3ルート6であったとすると 3.OPR を通る円の半径は何とかであり RT は何とかであると。OT 今 OT っていうのが与えられてるわけだよね。OT がこういうふうに3ルート6っていうのが分かっていて、しかも円 O の半径、例えばここがルート5っていうのが与えられてるわけですよね。この時 3.OPR を通る円の半径はと、OPR この3点だよ。でもこの3点を通る円って要はT も S も全部通るわけじゃないですか。OPRTS を通る円の半径はっていう問題に置き換えることができて、でしかもね、今回三角形 OST って直角三角形じゃないですか。OPT でもいいんだけど、直角三角形の外接円ってことは、この斜辺の部分の中点だよね。
中点の部分が円の中心だ。O' だということが分かるので、じゃあその円の外接円の半径はって言ったら、OT の半分、2分の3ルート6っていうことが分かるし、じゃあ続いて RT はって言われたら、RT ってどこかというと、ここですね。この RT の長さはって言われたら、これね、OR の長さがルート5っていうことがまず分かってるわけですね。円の半径がルート5。で、ここでまたね、3ルート6ルート 5RT どうやって求めんだろうってなってしまうかもしれませんが、括弧1番に戻ってあげてください。括弧1番の最終的に求めたものって何かというとね、4点これが同一円周上にあるので、直線 EH は円 O の接線であるっていうことを示したじゃないですか。今回の場合もこの RT が実は円 O の接線になってるんですね。っていうのはすぐにわかります。こんな感じで。なぜかというと、この5点 SORPT が同一円周上にあるわけなので、各 ORT について着目すると、この四角形ね、SORT が同一円周上にあるんですよ。ここが直角なんだったら、ここも直角じゃん。ね。足したら180度なんだから。ということは、三角形 ORT が直角三角形なんだと。じゃあ、三平方の定理使ってあげて、三平方の定理使ってあげて、ルート3ルート6の2乗引く、ルート5の2乗。計算してあげれば答え7というふうに出すことができるわけです。よろしいですかね。この問題ね、括弧2番は正直ね、括弧1番がよく分かんなかったら非常にしんどいです。なんですけど、括弧1番が分かれば、括弧1番で、こういう順番で、この接するっていうことを示させてんだな、ということが分かればね、括弧2番、図こそ変われど、同じ手順で、ここが、同じ円周上にあって、じゃあこういうことが、ここの角度が分かって、じゃあ次、中心角と円周角の関係を使って、この角度が等しいことが分かって、ってことはこの5点が同一円周上にあることが分かって、ってことはここが90度になって、みたいな、全く同じことをさせてるんですよね。よろしいですかね。こういうふうに、この括弧1番で、本当に誘導つけたでしょと。括弧1番。誘導つけたでしょう。じゃあこの誘導通りに、括弧2番ね、誘導与えてないけど、同じようにやってね。っていうことなわけですよ。共通テストで求められている能力っていうのは、すべて共通していると。共通テストだけにね、何が求められているかというと、括弧1番で与えられている誘導っていうのを自分の負に落としているかどうか、自分で負に落とした上で、じゃあその括弧2番、同じように解いてあげたらどういう風になるのかなっていうことを問うてるわけですよ。要はこれをできるようにするためにはどうすればいいかっていう話なんですけど、日頃からちゃんといろんな問題をしっかりと考えていくと教科書で例えば A 問題と B 問題っていうのがあった場合にB 問題っていうのはどういう問題かっていうと、 A 問題をちょっと応用させた応用問題ですよね。で A 問題を解いた後に、じゃあ次 B 問題挑みますと、B 問題解くときに、わかんない、はい、答え見て、こうやって解くのね、じゃあ B 問題も解き方覚えようっていう勉強の仕方ではなく、 A 問題をしっかりと解けるようにした。じゃあ自分は A 問題の知識は入ったんだ、じゃあそれをどう応用させれば B 問題が解けるようになるのかなってことを考えていく。これが非常に重要ね。日頃からちゃんと答えを見て、これはこうやって解くのか覚えようじゃなくて、今まで考えてきた A 問題の知識を使えばどういうふうに応用させて B 問題を解いていけばいいのかなっていうことを日頃から考える訓練をする。要は数学をちゃんと真の向き合い方をする。ちゃんとしっかりと一問一問丁寧に考えていく、思考していく。これの積み重ねでしかないんだっていうことをぜひこの問題解説を通して実感してもらえたらいいなと思います。なので共通テスト対策っていうものは本来存在していなくて、もちろんデータと分析とか共通テストにしか出ないよねみたいな、大学によっては共通テストにしか出ないよねっていう問題もありますが、基本的には共通テスト対策ではなくて二次試験の対策、日頃からちゃんと数学の問題に向き合っていくっていうものが結果的に共通テスト対策になるんだと、そういう位置づけなんだっていうことをぜひ実感してほしいなと思います。今後もこういったためになる動画たくさん出していこうと思うので、ぜひ
チャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。